結構いってるよね。落ちてるんかな。落ちてますねこれ。あ、落ちてるわ。おはようございます。おはようございます。今日は新年ですね。2日目なんですけど、今日も孤独死ということになります。で、今日はどんな感じですか？一応戸建ての戸建て。はい、生活空間が2階で、2階で畳の上で亡くなられてるんですけども、畳のちょっと角のところで亡くなられてまして、酸にちょっとかかってるような形で体液が出てる状況ですね。で、亡くなられたのが8月なんです。夏亡くなられて、発見が12月入ってからっていう形になりますので。ということは、社会と接点がなかった近隣ともそういうのがあまりなかったというそうですことね。ですよね。だから夏に亡くなってるってことは当時は多分結構ひどい状況になってたっていうことで、しかもそのままになってるんで、今から確認いきますけど、状況的にはあんまり良くないっていうことかなと思います。じゃあ行きますか。はい、はい、じゃあお願いします。こういうこと、ちょっと状況を1階から確認していきます。ブレーカーはついてますね。はい、電気つきます。でももう匂ってるもんね。ここやね。でも結構広範囲やね。あっち頭かな。ここまで来てる。どういうこと？遺体仮置きこれ？いや、亡くなったのはこっちですね。でも、間違いなく、吐血ですね。ケツにしてはでもそうですね。どうなってるの？向こうに仮置きしたのね。これって髪の毛ですか？頭の頭やね。はい。で脳や。そうですね。ふわふわ。そう。これ多分ね暴れてる。吐血してちょっとパニックになってなんか助けを求めようとしたのか。体液がねめちゃくちゃ広範囲。これねまたこれはこれでレアよ。すごい。やっぱりこういう手形とかついてるんで、倒れる時にこうなったのか、間違いなく本人の手だと思います。どういうことなんて思うな。すごいな。なんでそこでそんな汚れてて布団がこんな状態になってるのかが布団でもよくわからない。匂いをここ踏んでうろちょろしたら、そう匂いがねこう広がっていくんですよ。はい。ほんでなんか匂うけど取れないっていうことになるんですよね。防ぐためにやっぱりもう一旦流出禁止にして。なるほど。炊飯器の中を。うわ、すごいですね。これね、すごいですね。見たことないよな。はい、見たことないですね。こう潜っていくんですよ。これでもうしんどくてできてないでしょ。これをここに入れることできてないでしょ。しんどいんです。ここで倒れてたね。間違いないわ。背景とか、観察医事務所っていうホームページがあって、そこのちゃんとしたデータで、熱中症の5分の1が若い世代なんですよ。
20代から50代はいやったかな、40代から50代、はい。5分の1がです。ということは変な話、いつこういうことに状況になるかっていうのが分からん時代になってるんですね。はい明日とか明後日とかね、近い将来、もしこうなるっていうことを、もしそういうリスクを考えたら、はい。みんな今それぞれが今のようにずっと生きてるかなとかね、いつこうなるか分からんから、はい。親にもちゃんと感謝しとこうとか、はいはいはい。周りの人にもっと感謝しようとか、はい。なんかこう生き方が変わるんじゃないかなと思う。いや、そうですね。うんいや、そうですね。みんなシンプルでみんな幸せな死に方を想像してるんで自分はもし自分が死ぬ時なんかベッドで家族に囲まれてみたいな、はい。ぼんやりとしてそんなイメージ持ってると思う。はいはいはいでも死にってやっぱりいろんな死に方があって、まあ、こういう現実もこんだけたくさん紹介してるでしょ僕らってなったら、うん。この方もやっぱそうやっていろんな気持ちとかそういうのをはい突然なくなってしまうと何もできない、はいはい何も伝わらないはい。と思ってしまう。うん。うんまあ、私三重県に住んでるもんで2歳半しか離れてないんだけど弟が一人でこっちで住んでるもんで、はいそれでまあ病気だったもんですからはい。いっぱい薬とかも飲まれてました。がんをね3つほどあったんでそうなんですか。それで病院に通ったり、まあ、仕事も途中でできなくなったりして、まあ、ここで住んでたんですけどねはい。ここ連絡はしてたんですけどなかなかねすぐに飛んでこれないしそうですね。ちょっと距離がありますから。でまあ本人もまあ病院通ってたんでうん何かあったらまあ病院の方にうん行くだろうと思ってたんですけど連絡ないもんで、まあ、本人病院入ってるのかなと思ってはいはいで主人にちょっとはいに寄ってみてってはいはい言って鍵開けて見たらダメだってすぐ場で警察電話してでまあ自分で嫁を聞いてたんでねあ、そうなんですか。それも私も聞いてなかったもんでね嫁っていうのは。あだから、ーそれでも警察の方からまあいろいろこう調べていただいた結果なんか嫁とか聞いてらっしゃいますかって言うからいや聞いてなかったんですけど、っていう話になってはい。だから亡くなったのはなんか8 8月月っていうふうにお聞きし28日がはい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 。最後の調べてもらったところをでそれまでにちょっとずつ整理は本人はしてたみたいねあ、そうですか。整理っていうか、まあちょっとまあ、断捨離みたいなことをああ、 60 6 60年、6かな56かなですか。 6かなでもしかして床下が床下あるんですか？床下あるね。うわあ、最悪ですね。ここの蓋だけちょっと取って洗う。床下まで行ってるからって。そうですね。CF 剥がしてポンとできるのが理想ではあったんで。ちょっとですね。これはすごいぞ。結構いってるよね。落ちてるんか落ちてますね、これ。な。あ、落ちてるわ。衝撃やな。そうですね。衝撃よ。ここが一番匂いがすごいわ。でもだいぶ匂いだいぶ落ちたんじゃないですか。落ちてるよな。はい。まだまだやろ。俺の消臭度はこれだよ。取れてるの分かる？はい。要はこういうことなんですよね。
全然違いますね。オッケー。じゃあ人呼ぼうや。乗るんですか。ロックいらんかな。ほらエブリン。あロックいらんかな。あ、安全マーク。いや。じゃあせーの。おい。もうちょい上、もうちょい上。はいはいはい。ゆっくりしてよ。ゆっくりして。はい、そのままそのまま行ってください。そのまま下ろしてください。行きますね。はい。はい、下取りました。いいですか。お疲れ様。ありがとうございます。乗せるぞ。60ぐらいのちょっと前に家のローンも終わってあれしたわっていう話を聞いてて、でまあこれからちょっと楽なんねっていう話をしてて、守るもんがいないからね、結婚してないから、なんかちょっとやっぱ酒飲んだりね無茶してたんですよね。亡くなる時まで寂しかったよなとですけど、朝起きたらな背骨の骨が折れてたって言うんで、私こけたのって聞いたら、来たら骨も背骨折れてたから救急車呼んであれして動かれへんねって言って、はい、ほんで行こうか言ったら、いやもうデイサービスも来てるし、でシーツもしたから、はい、折れた時は連絡がなかったんだけど、やめてるんですよ、自分が動けるようになったら。で来てね、食べ物を作ってもらってたりして動けない時も、だけど食べられないから作ってまたほかすことになるから、作らんといてくれって言って、まあ、自分が動いたら欲しいんやろね、やっぱり来てもらうでその時見えないし病院に行ったらない、ただそういう話を聞いてたから、でずっと続けといてくれたらと思ったけど、まあ本人も5月で辞めてる記録があるんで、でも勉強はしてたんじゃないかな。勉強ですか？教授とかじゃなくて？いや、そうじゃないけど、なんかいろんな勉強とか建築の勉強とかもして、なんか資格を取ろうかなと思って一応勉強してたこともあったんじゃないかなと思って、前整理しにね、私息子と来た時にね、ゴルフセットとかあったからね、でおっちゃんゴルフしてたんやそんな話聞いたことないけどね、そんなんでね、全然知らないことがいっぱいあるんだよね。いちいちそんな言わないからね、悶々と何かしたいなと思ってたんじゃないかなと思ってたんやけど、それも普段あんまり言う方じゃないから。でまあ青年時出た時にね、お骨が3つあるんですよね。まあ多分父親やと思うんやけど、でこれが母親と。でこれが自分なんでね、結局寂しいから置いといてくれ、家に骨でも自分の親やから、で帰ってきたら骨でも帰ってきたよって言うんやろね、で置いといてくれって言うもんで、兄ちゃん悪いけど病気やから3つになるかもかなっていうのを言うぐらいやったんです。いやほんまに3つになって、それがね遺言ってやったんですね。そうですね、もう収集の方も進めてるんで、ここに倒れられてたんですけど、ちょっと一部分その CF っていうさっきのこの上に引いてたものを通り越してコンクリートに匂いが染みついてる状態なんです。で今やってることがここから匂いが出てこないようにするコーティングっていう成功になってまして、最低限のことをやっていい感じになるかと思います。これもうよろしいですか？お写真とかいらないです。よろしいですか？はい、わかりました。8月に倒れてるって言ってたやんか。エアコンつけて多分亡くなってたと思う。なぜだかっていうと、
エアコンから出てきてこの今暖房かけてるんですけど、はい、室内を消臭するのにオゾンをかけるんやけど、やっぱりいい温度っていうのがあって、はい、だから冬場は低すぎてオゾンいくら炊いても効果がないとか、ベストな環境を作らないといけないね、湿度、温度、はい、今かけたら、はい、この温風がめちゃくちゃ臭いんですよ、はい、やっぱり今のエアコンって換気するから中に匂いが入ってしまって、はいはい、でエアコン今からねオゾンで浄化しつつ、もう逆に消臭しちゃうっていういきたいなと思ってます。なるほど。はい。寒いところすみませんね。ありがとうございます。本当助かりましたもん。ありがとうございます。本当助かりました。はい、ありがとうございます。また明日またお願いします。これで失礼します。はい、どうもありがとうございます。本当に助かりました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。今回の現場は1年間で数回あるかないかの凄惨な現場でした。尊厳を守るという意味でももう少し早く発見できればよかったなと思います。余命宣告を受けていて寂しいからご両親のご遺骨をそばに置いてほしい、そしていずれ自分のご遺骨も合わせて3つになるかもしれないと、そういうふうにおっしゃっていたと、それが遺言だったのではないかとお姉さんはおっしゃっておりました。切ないと思います。日本は核家族化が進んで死と向き合うことが少なくなってきたように感じます。確率で言うと少ないですけど、若者の孤独死が増えているというデータもあるので、少し心配です。生まれてきたことに感謝して精一杯生き抜きたいと思います。古民家ウェディング。そうなんです。古民家ウェディング。古民家今日は現場はどちらですか？辺り一面なんですけども、全て敷地です。何をするかと言いますと、お部屋の片付けなんですけども。何をするかと言いますと、それしかないよ。僕らこう言ってんのは。お願いします。